安定とか成功とか、それから、お金持ちのカード、癒しのエネルギーをあなたが発信していくみたいな、そういったところもあるかも。ペンタクルスのエース来てますよ。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。お久しぶりの動画です。星座別リーディング、何ヶ月かリフレッシュのためにスキップさせていただいていましたが、9月分よりまた再開したいと思います。チャンネル登録をしておいてくれたみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝しております。リフレッシュとこれからやっていくことの準備をしていました。YouTube って投稿の間が空くとどんどんチャンネル登録が減っていくもんなんですけどね。どこまで減るかなって見てたんですけど、思ったよりもそのままにしてくださってて、とっても嬉しいです。これからもレイコライトは楽しみにしてくださっている方にお答えをしていきたいと思います。それから今回この動画で初めましての方、ありがとうございます。本当にたくさんの星の数ほどの動画がね、存在してますけど、その中でここを見つけてくださり、ちょっと見てみようかなってなってて、そしてこんなところまで、喋りのところまで飛ばさないで見てくださっているのは、やっぱり何かがあるからだと思います。今月をハッピーに生きるヒントを持っていてくれたら嬉しいです。もちろん、リーディングは万能ではありません。全人類には当てはまらないです。当然ながらこれは他のすべての動画にも共通していることです。YouTube では大勢の方に向けたメッセージを発信していますからね。受け取る人によっても正解が変わってきます。しかし、ご縁があって、波動があって、この動画を飛ばさないで見てくださってると思うので、あなた様にとっての何かがここにあるんじゃないかなと思います。世界ではいろんなことが起こっていて、不安だったり辛かったりって方もいるかと思いますけど、まずは自分で自分をハッピーにしていくっていうのが基本です。ということで、今月を最高に生きるヒント、ハッピーに生きるヒント、動画に散りばめていますので、キャッチしていただけたらなと思います。はい、9月使っていくカードはこちらでございます。カードデッキは、概要欄から私の楽天ルームに、URL 置いてますので、そこから気になる方はチェックしてみてください。はい、天秤座の皆さんのリーディングやっていきましょう。はい、このように出ました。ちょっとこっちに寄っちゃったかな。はい、今回から使っていくカードがこちらです。今回からというか9月分で使ってますのが、動画では初めてですね、お目見えすると思います。ユニバーサルウェイトタロットデッキ使っていきます。缶入りでとても扱いがいいです。運びやすいし。それからちっちゃいんですよね、結構。手のひらサイズ。だから画角にね、入りやすいです。それからこの絵は手書きのタッチでですね、ちょっとマイルドな感じで、なかなかね、可愛らしいですけれども、でも出してくれる内容はね、鋭いというですね、その辺ちょっと面白いカードでございます。それでは開けていきましょう。天秤座さん9月。これがですね、さっきシャッフルをしたんですが、全部ね、カードまとめる前に、このカード飛び出したんですよ。面白いですね。こういう現象がよく起きます。はい。ソードのキングか。なるほど。はい。はい、逆位置ですね。そして、タワー。はい、過去の位置にタワーが出てますよ。何か大変化あったでしょうかね。でこちらが、はい。いいですね。未来がめちゃくちゃいい。エンペラー、安定に向かってますよ。安定の前の一波乱っていうのが、もしかしたらこれ見ていらっしゃるタイミングの前にあったかもですね。はい。だから、
カップのクイーン。クイーンとか、このキングとかですね、コートカードっていうんですが、それが多めですね。これが、はい。なるほど。ワンドの10。ソードのナイトが出た。はい、なんかしっかり、枠組みがしっかりしてるというか、なんというかな、ちょっと言語化が難しいので、後で、ゆっくりリーディングしたいと思いますが、これは、はい、このカード。他の星座さんでも出たな、これ。最終結果なんですけどね。何でしょう。はい、来た。ペンタクルスのエース、来てますよ。はい、ハングドマンの逆位置。なるほど。このように出ました。それでは、読んでいきましょう。はい。では、見ていきましょう。カード、なかなか強めですね。インパクトが強い。ダイヤルカナが1枚、2枚、3枚、4枚、4枚ですね。ダイヤルカナっていうのはちなみに、タロットカードの中で意味が強くて枚数が少ない方のグループです。4枚も出てますね。なかなかこう輪郭がしっかりしてくる感じっていうのがあります。ちょっとふわっとしていたものがあったとしたら、それがはっきりしてくる、見えてくるというのもあるんじゃないかなというのが感じられます。現実に向かい合ってますね。めちゃくちゃ現実的です。ふわっとしてないですね、今月。まずそんな第一印象でございます。では、現状からいきましょう。現状を表すカードに、鳳凰の逆位置。はい、これは言いましたように、シャッフルした時に飛び出したんですよね、さっき。撮影してなかったんですけど。はい、これ、こういうパターンって結構あるんですよ。面白いことに。何かっていうと、大事なことなんでもう一度言いますみたいな、そんな感覚で受け取ります。現状のカードが、鳳凰の逆位置。はい、これ常識にとらわれないあなたになっている状況だったりとか、今までこうっていうふうに思っていたところからも抜け出している。なんかとっても面白いユニークなカードでございます、逆位置が。はい。で、いろんな読み方がね、できちゃうんですけど、今回はですね、この過去の位置にあるタワーがものすごいエネルギー持ってるので、ここからの流れでお話ししてます。はい。常識にとらわれない様、自力ですね。他力じゃなくて自力。この前の段階のインパクトでものすごく変わっていらっしゃるんじゃないかなというのが想像できます。抜け出してる感じ。でちなみに過去、現在、未来っていう流れを出してるんですね。こういった流れを出してます。で、なんといっても過去の位置にタワー、正位置です。これは見ての通り、こんなカードです。何かが壊れてしまったとか、突然の出来事で、わーってなってる感じ。はい。で、壊れたものは様々だと思います。価値観が壊れたっていう人もいるでしょうし、それから実際に何か壊れちゃったっていうものがあるかもしれない。それから病気とか災害を表すカードでもございます。ただね、安心してください。過去に出てますのでね、安心っていうか、これから起こるってことではなくて、これご覧くださってる前の段階で何か割とこうショッキングなことあったのかなっていうのがお見受けできるカードでございます。ね、壊れたものは様々だと思います。しかし、共通しているのは価値観が壊れている、ぶっ壊れて新しいものになっているっていうことじゃないかなというふうに想像します。そうですね。そう、だからこそね、苦労してるから面白い人になってるみたいなところです。言ってみれば簡単に言うと。これはユニークな考え方とか常識抜けてる感じがあるんですね。はい、この場合はそのようにお伝えしたいと思います。苦労したおかげで面白くなってる。そんな感じです。そういった現在を迎えていらっしゃる現状が出ております。そしてね、この次、近い未来が何と言ってもこれ素晴らしい。エンペラーの正位置が出ちゃってます。エンペラー、皇帝ですよ。皇帝。なんで、安定とか成功とか、それから、お金持ちのカード。そんな風にも言えるかなと思います。っていうのは、ちょっとお金とか経済面気にしてる感じがあるんですよね。なんで、自分が望んだ、成功した状態に、この後いけるよっていうカードですね。
これすごくないですか？この流れ。ものすごいストーリーができてます。で、このストーリーを描くことができるんですよね。できるんですよ。なので、この成功した未来から見ると、今までのこと、ショックだったこと、ぶっ壊れちゃったことっていうのが全部伏線になるんですよ。幸せになるため、安定するため、それからゴールに到達するため、そのための伏線というふうに変えていくことができるんですよね。それがこの素晴らしい流れかなと、まずお伝えをしたいと思います。ただ今月は、どちらかというと今月は通過点というのかな。まだよく見えないっていうのもあるかもしれないですね。まだよく見えないです。だけど手応えはちょっと感じてくるんじゃないかなと、カードがね、伝えてくれてます。苦労してるからこそ、面白い考え方ができたりとか、常識にとらわれない様子、みんなが気がつかないことに気がつけていたりとかですね、すごくいい感じの天秤座さん、その様子が出ております。だけど、このカードがこう出てるので、今回ケルト十字で十字って出していきましたが、そうなんですね、ソードのキング、出てますね。固めのカード、強めのカード、これ逆位置なんで、ご自分でもう気がついちゃってるから、いろんなことが分かってしまってるから、ちょっと周りに厳しくなりがちだったりしそう。それがね、出てます。ちょっと厳しくなりがち。そして、意識のところに行きますと、これがご自分の表面的な意識。これは潜ってる意識ですね。はい、両方とも逆位置です。で、これが9。ペンタクルスの9の正位置、逆位置が出ているので、なんか思ってたのと違うなとか、なんかあんまりちゃんと出来上がってないなっていう感覚があるかも。それから少し焦ってしまっている状態。ちゃんと時間をかけて育てれば出来上がるんだけど、焦っちゃって、まだこれしかできてないよっていう感覚のカードであります。それが出てますね。で、なんでこうなっちゃうかっていうと、このカードなのかなと思います。ワンドのナイトの逆位置ですね。はい。これはですね、暴れ馬のカードですね。それが逆位置です。これが正位置だと、もうストレートにわーっていくし、熱も上がっていって、ガーっていけるんですけど、それが逆なので、ご自分自身の内面で、なんかね、なんだかなっていうところがありそう。なんだかなっていうのは、ちょっと元気が上がってこないとかですね、情熱が上がってこないとか、逆に振り回されがちになっちゃってるとか、いいところにバシッと決まんないんですね。自分の中の軸が。それを伝えてくれてます。なので、ご自分を整えていくっていうことを意識されると、意外と見えてくるんだと思います。で、このカードは、目が近いというか、長い目で見れないカードだったり、焦りっていうこともそうなんですけどね。なので、ちょっと視野を広くするとか、ゆっくり育てる気でいることが大事なのかもしれないと伝えてくれてるんですが、そのためにはご自分の内面を整えるっていうことなのかなと思います。ワンドのナイトの逆位置なんですよね。これもちょっと逆に焦りとか、なんか整ってない感じが少し感じられます。はい。目の前の利益よりも大きな視点で物を見たいところですね。今回本当にそうなんですね。言ってみれば通過点であるので、これから大きなものがやってくるし、そこにつなげることができる、その大事な通過点なんで、9月に全部全て作り上げようというふうに思わなくていいんだと思います。長い目で見る。それから丁寧に育てていくっていう意識でいるといいんじゃないかなと思います。で、今月はその豊かさのスタートを捕まえることができるので、逃がしてしまうともったいないですね。焦って逃がしちゃうともったいない。育てる気でいるといいと思います。やっぱりそうですね。ちょっとイラッとしちゃったりとか、なんかムカつくみたいなところも出てきちゃったりすると思います。その時に人のせいにするより自分を整えていくっていう格好にしていくと建設的だと思いますね。そのように伝えてくれてます。
何かを育てている。それはお仕事かもしれないし、大事にしているものかもしれない。それから経済的な実りにつながることかもしれないですが、同時にご自分自身も育てていくっていう感覚でいくといいと思います。ここにお母さんカードが出てますしね、育てていくっていうのが、結構キーワードですね。来ましたね。育てていく。焦らない。今ここで全部結果を出そうとしない。それが今月大事そうです。はい、ではね、こちら行ってみましょう。これですね。はい。お母さんと言いましたが、とっても豊かなカードですね。素敵なカードです。これは、あなた様の状況ということで出しております。はい。豊かさのカード、豊かさというか、心が豊かな様子ですね。こちらは割と、経済的なことの豊かさを表す金貨なんですが、これは心が豊かな様です。で、今回このカップ、感情とか気持ちを表すカードが一つしか出てないんですね。でも良かったです、出てて。これが出てないとあまりにも現実的で、ちょっとね、サバサバしすぎというか、なんというか、そんな感じがするので、はい。優しさも忘れてないよっていうのが出てますね。いいですね。これは癒しのカードでもあります。それから、感性、感受性が高まっている。芸術性、スピリチュアル能力なんていうことを表します。目に見えない部分の豊かさ。それが、今月の天秤座さんには備わってるよっていうことです。はい。なので、誰かを癒すとか、受け止めるとか、そういった役割も担うのかもしれない。そのように出てますね。というのは、周りの状況、周りの人とかね、表すのがこんなカードなんですね。ちょっと重いよっていうカードですね。限界みたいなカードです。なので、フォローしてあげるとか、そんな感じもありますよ。周りをフォローしてあげる。それから癒してあげる。そんな役目が回ってくるかも。で、そういう時、そんなことがあったとしても、自己犠牲はしないでねっていうカードです。自己犠牲とか我慢はやめましょうねっていうことですね。そうすると今月とってもいいんですよ。そうだな。周りを受け止めるような状況になるかも。優しさで包まなきゃいけない感じもあるし、いけないってことないんだけど、優しさを配っていく役目。それがあなたに来てますと、今月。周りに結構大変な人がいそうですしね。それから、周りっていうのは大きく見て、世の中かもしれない。余裕がない人が増えている感じはあると思うんですが、そこに対して癒しのエネルギーをあなたが発信していくみたいな、そういったところもあるかも。何かね、心当たりある方もいるんじゃないかなと思います。大きく言うと、世界を癒すみたいな、そんな役目も回ってくるかも。ね、そんなカードが出ております。だけど、我慢無理しないでねっていうこともね、本当にいい形で、こんなカードがね、来ております。はい、で、こちら行きましょう。このカードはすごくいいですね。ソードのナイトの聖地です。はい、これはスピードとか決断とか移動とか行動とかですね。ものすごいわーっていうカードです。これが今月の望みって言っていいかな。おそらくですね、動いていきたいとか、スピード出したいっていう気持ちが上がってきそうですよ。ゆっくりペースでってこっちでちょっと言いましたけどね、通過点とか言いましたが、結果をこの場で全部出そうとしないで、ここから始まるとか育てるとか、ゆっくり育てるっていう気持ちでいくといいと思うけど、ご自分の心としては急ぎたいっていう気持ちがね、早くみたいなところが出ておりますよ。はい。で、これ悪いことじゃないんですけどね。なんかさっさとやりたいっていう気持ちが出てきそうです。ソードのナイトっていうのが今月の天秤座さんの願望ということで表してくれています。動きたい、急ぎたい、さっさとやりたいというところでしょうか。なので、ね、人を助けながらっていうか、助けるっていう感じでもないんですが、癒すかな。どっちかというと、周りの人を癒しながら、フォローしながらやっていくっていうのが出てますね。だから、あなたをちょっと引き止めるというか、ゆっくりやっていこうっていう、
感じにさせるのかもしれないですね。優しさが出てる、すごく。優しさとか、いい意味でお人よしとか、その人柄の良さ、人の良さっていうのも感じられるカードのラインナップでございます。なのでそれを求められることもあるのかもしれない。そんな風にお伝えします。はい、そしてこちらですね。これ最終結果というところに出ているのが、ソードの7の正位置。はい、そしてね、ペンタクルスのエースだといいですね。はい、このカード、結局ね、なんだかんだね、うまくできますよってことです。うまくいく。これ容量がいいカードですね。容量よくできるよっていうカードです。はい、優しさとか、いい意味でお人よしというふうに言ったのですが、なんかそことちょっとつながってる感じがして、うまくやりましょうっていうことですね。それから自分の利益をしっかり取りましょうということです。金銭面でちょっと損しがちっていう方もいるのかもしれないですね。損しがちというか、損じゃないな。自分の利益をなんかいいですいいですって言っちゃうタイプの方もいるのかも。だからこんな風にね、ちゃんともらいましょうと伝えてくれてます。しかもそれができるよっていうエネルギーです。うまくできる。要領よくできる。だけど、すごくいいからあえて言いますと、爪が甘くなりやすいっていうカードでもあるので、ちゃんと爪はきっちりやっていきましょうねっていうことも付け加えたいと思います。どっちにしろね、うまくいきますっていうことです。最終結果。うまくやることができる。はい、それからもう一つ、やっぱり、これはもう一回言いたくなりますね。ペンタクルスのエース。これは豊かさの始まりをつかむ。ここから豊かさを大きくしていく。ちょっとこちらと似てますが、そんなエネルギーがあなたに来てますね。豊かさ、金銭面のこともそうですね。金運だとか、あと経済的なことも表す、このペンタクルスのエースというものすごい始まりのエネルギーが来てます。なのでこれを掴んで育てていきたいところですね。何かあなたを豊かにするものがやってきそうです。それを掴んでちゃんと上手に育てていくっていうことが今回最終結果で出ております。これはいいんじゃないでしょうか。この経済面とか物質的な豊かさを気にしていらっしゃるという面もね、ありそうなので、そこが叶えられていく、そんな未来が待ってるのかも。エンペラー聖地が近い未来に来てます。だから、こう逃さないで、これをね、大事なこの取っかかりを落っこ出さないで、ちゃんと捕まえて、ゆっくり育てていきたいところです。そのように伝えてくれてますね。それから、これが今月の対策ということでね、出しました。ハングドマンの逆位置ですね。これが正位置か。吊るされた男ですね。これは我慢のカードだったり、我慢が好きだったり、そんなカードでもあるド M カードって言われてるんですが、これが逆位置なので、今月の対策、つまりは開運ポイントとしてお伝えしますと、我慢しすぎない、我慢やめる、それから自己犠牲しないっていうことです。はい。ちょっと優しさのカードが出てるので、自己犠牲とかしてしまう場合もあるかもねというところなので、お伝えしますが、自己犠牲しない、我慢しすぎない、それが開運のポイントであります。この流れをですね、もうよりよく流していく。こう広がっているんですね。流れもあるし、未来に対しての広がりがすごく感じられるカードのラインナップなんですね。豊かさの始まりもありますし。なので、我慢しすぎない、無理しすぎない、お人よしになりすぎないってこともつながるかもしれませんが、そういった格好でやっていくと、今月とってもいいんじゃないかなと思います。常識にとらわれない発想、行動ができる状態でいる。だからこそ、素晴らしい成功の未来に到達できる。そんな流れを作れるんですね。だから焦らずに一つ一つ育てていく。そういった感覚でいくといいと思います。そうですね。外側がちょっと気になっちゃう。人が気になっちゃうとか。あと周りをフォローしなきゃいけないような状況になったりするかも。だけど、やりすぎないで自分を大事にというところでしょうか。はい。そのように出ております。これから広がっていきますね。金運の取っかかり、豊かさの取っかかり、それを
掴む、そしてそれを丁寧に育てていく、そういったエネルギーが来ております。はい、このように出てました。では次ですね、オラクルカードでお仕事活動面、愛情面、最後にラストメッセージということで3回カードを出していきましょう。はい、では出していきましょう。オラクルカードです。お仕事活動面、これですね。それから愛情面、すぐ出ますね。で、今月のラストメッセージも出しておきましょう。綺麗に出ますね。はい、では3枚出ました。開けていきましょう。お仕事活動面、はい、フィーリングザワールド。なるほど。ワールド。これ地球でしょうかね。マザースって感じですね。さっきお母さんとか言いましたもんね。ちょっとつながってきます。で、こちらが愛情面。はい。スタートフレッシュ。おー、クリソコラ。で、これは一番最後に開けたいと思います。はい。お仕事活動面。これすごいですね。シンクロです。これは、フィーリング・ザ・ワールドってありますが、地球ですね。地球、世界を感じ取るみたいなフレーズが書いてありますが、先ほどタロットカードのリーディングで、ご自分の状況ということでですね、一番ここにね、出したカードをこれ用意しておきましたが、カップのクイーン、聖地。これと全く同じですよ。全く同じですよ、エネルギーが。これも感性、感受性、スピリチュアル能力、共感能力、それを表すカードなんですね。こっちもそうだし。なので、これ、また重ねてきてますね。今回重ねてきてますので、天秤座さんのシンクロ具合というか、これ見てくださってる人が、この動画にたどり着いたっていうことも結構大事なことだと思うんですね。あんまり外さないんじゃないかなと思いますね、今回は。外さないっていうのは私が外さないということではなくて、お互いにというか、引き合ってる感じがします。なので、受け取ってくださったらなと思うんですが、これね、ヒーラーの方が多いんじゃないかなと思います。共感覚、共感性、人の気持ちに共感するだとか、人だけじゃなくて、こういった地球とかですね、なんでしょう、その、地球も生きてますからね、生きてるものに共感する力がすごく強い人が多いと思うんですよ。そう、なので癒しってさっき言ったんですが、もうズバリ癒しですね。癒し。今回キーワードとして来ています。癒しのお仕事されている方も多いんじゃないでしょうか。ヒーラーさんとかね、わかりやすく言えば。それから、本当にわかりやすくそういうヒーラーさんとかスピリチュアルな感覚じゃなかったとしても、誰かを癒す、何かを癒すっていうことをされている方が多いのかもしれない。追い風が吹いてますね、そこに。能力が高まってくる。人を癒す。生き物を癒す。そしてそれから、地球が結構辛いっていうことを感覚的に受け取っている方が多いんじゃないでしょうか。世界がなかなか辛いというのが。それを理屈で分かってる人は多いと思うんですが、それを感覚的に受け取るって結構素晴らしいことなんですよ。まずそれが、もしね、できていたら、ご自分をこう褒めてあげてほしいなと思うんですよね。なんかこの世界というか、地球というか、なんとなく
辛いんだなっていうのを受け取ってる方が多いんだと思います。だからそれをもっと発展させて、あなたが癒し手になるっていうことがすごく言われてますよ。ここもそうだし、なんでしょうか。もうされてる方もいらっしゃるでしょうし、これからなんかね、やっていこうかなって迷われてる方も、ぜひこのタイミングにされたらいいんじゃないでしょうか。癒しの仕事。あなたのその感性を生かして。天秤座さんはとってもその感受性が高い、感性のこうレベルが段違いに高いですからね。それを受け取って何か自分がこう癒していくだったり発信していくっていうことをされやすいと思うんですよ。で、今回それがすごく応援されています。応援されています。で、もしかしたらそれをやってるうちにこのね、癒しに関することがあなたのお仕事になっちゃうかもしれないですね。そこまで感じますね。それから、癒しとかでちょっとよくわからないという方もいると思うんですが、そういう方にとっては、例えば、なんでしょうね、会社で、一般的な事務のお仕事をされていたとしても、あなたがムードメーカーだったりとか、知らず知らずのうちに周りを癒していたりとか、あなたが空気を作っていたりとか、そういった役割をしている方が多いと思うんですよ。気がつかなかったとしても。で、そこに着目していくと今回、なんか気づきがありそうですよ。あなたが担っている役割とか、知らず知らずのうちに自動的にやってる仕事とか、それを言われています。はい。なんか本当にこう癒す感じ、ヒーリングな感じがとってもしますね。っていうのはボトムにこのカードが出てるんですね。ボディー&ソウル。だから例えば整体師さんとかマッサージ師さんとかお医者様とか、体とか魂を癒すっていうことをされてる方もいらっしゃるかもしれないですね。そのように感じました。なんかめちゃくちゃシンクロです。ですから、なんかなおさら急がないでっていう感じもしますね。なんかやっていく仕事が結構あるのかもしれない。それはご家族に対してかもしれないですし、なんでしょうか。あなたの力が必要ですってすごい言われてますね。なんかすごいな。あなたの力が必要ですって言われてます。受け取ってください、これは。あなたの力が必要です。はい、このように出てました。で、ご自分のその高い感受性とか共感性とか、そのキャッチする力ですね。それを有効活用していただけたらなと思います。だけど、先ほども言ったように、そういうことしてる人って結構ね、自己犠牲気味になったりするので、やりすぎちゃったりね。だから、無理はせずに自分のことを大事にしながら、癒しっていうことをキーワードに活動をされていっていただけたらなと思います。あなたの優しさでね、助けられてる方がすごくいますよ。あなたがいるだけで癒されるって感じてる人もいるかもしれない。それは無意識レベルのやり取りなので、まだね、表面に出てきてないというか気づいてない人もいると思いますが、お仕事をされていない、休んでるって方もいるのかなと思いますが、あなたがいるだけで素晴らしい仕事をしています。私こういうことはあまり言わないんですけどね、割とこの YouTube のリーディングでは現実的にお話をしているというか、スピリチュアルとかあんまりわからない人ももちろんいらっしゃるので、そういう方向けにも割とわかりやすく喋ってるんですが、今回こんな風になりました。めちゃくちゃ来ています。癒しの方です。癒しの仕事をしている人です。はい、何か受け取っていただけたら嬉しいです。では、こちらです。愛情面、スタート、フレッシュ、始まりますですね。これも癒しの色なんだな。始まりのエネルギーが来てます。新しい始まり。さっき豊かさの始まりも出てましたしね。で、愛情面なので様々なパターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからという方、そしてご家族相手ね、ご覧くださっている方もいると思いますが、新しい始まり、それがメッセージです。お相手を探していらっしゃる方は出会いがあるかもしれないし、それからもう関係性がね、成立している方は次のステージに行きそう。その関係性が。次に行ってまた始まる。そんなイメージで受け取ります。そ
そしてまた、癒しってきてますね。ちょっと、天秤座さん忙しいかもしれないですね。癒しの仕事が、愛するお相手もあなたが癒していくような、そんなイメージでございます。それからね、解説書で確認しましたがね、古きに別れを告げ、新たな美しきものを迎えるってありますね。古いものを捨てて新しいものを迎え入れるという、そういったフレーズがございました。何かを一新していくことがありそうです。これから出会いをね、探している方も、なんかとっても落ち着くっていうか安心感とかですね、そういうものを感じるお相手がいいと思います。すごい熱い感じでは今回ないですね。どちらかというと、この穏やかな優しい愛情、それをすっごい感じます。で、あなたからその穏やかな優しい愛情を発信して、それが交換される、それが循環していく、そんなイメージがものすごいありますね。これも地球っぽいですけどね。ここも地球っぽいですけど。はい。マザーアースが出てます。母性のカードが出ています。母性と癒しのカードが出ています。とても大きいですね。なんだかとても大きい愛情。大きくて穏やかで優しい愛情を感じます。はい。では、今月のラストメッセージいきましょう。はい。スモーキーコーツ。はい。レッド・イット・ゴー。手放し。ちょっと似てますね。これは新しく始まる。古いものを手放しましょうというカードが来ました。何か手放しましょうと言われて心当たりあることがあるでしょうか。タワーのカードがね、過去の位置に出ていました。大きな、価値観の変化があったというようにね、お伝えしましたが、そこに重ねてかもしれません。レッド・イット・ゴー。古いものは捨てていきましょうと。最後にね、このカードが伝えてくれてます。ボトンもね、見てみましょう。これカードを出した後の山の裏ですね。はい。ゴールデンヒーラーコーツ。ヒーラーってきましたね。ヒーラー癒しめちゃくちゃきますね。今回、オープンザドアだ。はい。ドアが開く。あなたが捨てるべきものを捨てると、ドアが開く。そのように伝えてくれてます。なんか説明あまりしなくていい感じですね。はい。これも古いものを捨てて新しいものがやってくるということを愛情面でお伝えしました。ラストメッセージもこれは手放すです。今必要じゃないものを手放す。そうすると扉が開くと。そのように伝えてくれてます。このゴールデンヒーラークォーツが先ほど未来の位置にありましたエンペラーの正位置にものすごい重なります。必要のないものを手放すことでドアが開きます。これがラストメッセージでございます。はい。天秤座の皆さんは以上になります。何か少しでもお役に立ちましたら、楽しかったなとか良かったなとかありましたら、グッドボタン、それからチャンネル登録で応援してください。では、最後までご覧いただきましてありがとうございました。またのタイミングで何回か見ていただくと、その時に必要なものがまた違った形でね、メッセージとして受け取れますので、よかったらご覧になってみてください。ありがとうございました。